皆様こんにちは、関田です。今回は本日10月6日発売、アディクションのホリデーアディクション2023コレクション第1弾より、ホリデーアディクションサイレントウィッシュの1番と2番をご紹介していきます。2023年のクリスマスコフレご紹介の第1回目は、10月発売のコフレの中でも特に大注目のアディクションをご紹介していきます。こちらはアイシャドウパレットとネイル、そしてリップがセットになっているので、アイシャドウパレットは1色ずつの単色塗りをお見せした後にメイクルックもご紹介していきますので、少しでもカラー選びやメイクルックと参考になれば嬉しいです。また、同時に発売されている人気のベースメイクキットに含まれている新作のファンデーションと人気のルースパウダーについてもそれぞれ別の動画で詳細をご紹介しておりますので、ベースメイクキットも気になっているという方はぜひチャンネル登録してこちらの詳細動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ホリデーアディクション2023コレクション。今年の冬の表情が穏やかな愛に満たされるように、そっと願いを込めてぬくもりときらめきを灯すホリデーコレクション。コンフォートなムードに包まれて、いつもの自分らしく、いつまでも心弾ませて。ご紹介していくのはこちら、ホリデーアディクションサイレントウィッシュ1。雪降る朝に願いを込めるように、静けさの中でまとうミスティックトーンのキット。ひんやりした空気の中に柔らかな表情が舞い降りる。セット内容はザ・アイシャドウパレットの限定色104。心に愛を秘めている凛として繊細なピンクモーブパレット。ザ・ネイルポリッシュの限定色 101SP。 ブルーパールが幻想的に舞うスパークルラベンダー。そしてザ・マットリップリキッドのミニサイズ限定色の 109S。 淡く表情に溶け込んでいく透け感のあるミルキーピンク。続いてこちら、ホリデーアディクションサイレントウィッシュ2。暖かくコージーな居場所のように優しく寄り添うウォームトーンのキット。大切な人の記憶に残る穏やかな愛にあふれた表情へ。セット内容はザ・アイシャドウパレットの限定色105。大きな愛で包み込む情緒的で柔らかなピンクコーラルパレット。ザ・ネイルポリッシュの限定色 102SP。 ピンクパールがホリデーを祝福するスパークルコーラル。そしてザ・マットリップリキッドのミニサイズ限定色の 110S。 リラックスしたムードが心地よい透け感のあるマロンベージュというセットになっています。それでは早速、ホリデーアディクションサイレントウィッシュの1番のセットからご紹介していきたいと思います。まずはザ・マットリップリキッドのミニサイズ限定色の 109S からご紹介していきます。今回のキットに入っているミニサイズは現品サイズと比較するとこんな感じでかなり小さいサイズとなっていますが、中のアプリケーターはこんな感じで現品とほぼ同じような形になっているのでとても塗りやすそうです。では実際に唇の上に塗ってみたいと思います。こちらの限定色はシアータイプとなっているので、こんな感じでカラー調整せずにそのまま直接唇に塗ってもとても使いやすいような発色です。はい、ザ・マットリップリキッドのミニサイズ限定色の 109S は唇に塗ってみるとこんな感じでした。こちらは塗ってから少し時間を置くとこんな感じでマットに変化するタイプのリップですが、今回の限定色はシアータイプということで、重たいマットというよりもふんわりと柔らかいマット質感になるところがとても可愛いですよね。手元で見た時はもう少し鮮やかなピンク系かなと感じたので、少し使いにくいのかなと思っていましたが、唇の上にのせてみるとこのふんわりとした質感と絶妙に唇の透け感が残る感じが合わさって、
可愛らしいけれどどこか大人っぽさも感じるような淡いミルキーピンクといった感じの発色になってくれました。明るめのピンクカラーですが、肌から浮かないところがさすがアディクションという感じの色出しですね。ミニサイズのリップの中ではアプリケーターも長めだったので、とても使いやすかったです。持ち運びにもぴったりなサイズなんじゃないかなと思います。では続いてはこちら、ザ・アイシャドウパレットの限定色104番をご紹介していきます。このホワイトのパッケージも特別感があってとても可愛いですよね。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてカラーをご紹介していきたいと思います。まず1色目はこちら、左上のカラーです。雪の結晶のようにきらめくオーキッドシルバー。こちらのカラーは手元で見た感じ、ホリデーらしいしっかりとした大粒のラメを感じられる華やかなカラーだなと思いましたが、まぶたの上にのせてもこんな感じでしっかりとベースのカラーの発色も楽しめつつ、上からさらに大粒のラメも楽しめるようなカラーですね。はい、まずは1色目、左上のカラーは単色塗りだとこんな感じでした。手元で見た時よりもまぶたの上にのせた方がベースのカラーがよりダークに発色した感じがするので、こちらのカラーは1色でもこんな感じで程よい深みと大粒のラメによるきらめきの立体感も感じられるようなタイプでした。ベースのカラーに深みがあるおかげで、よりこのシルバーの大粒ラメのきらめきと透明感が際立ちます。続いて2色目、右上のカラーです。淡い陰影で奥行きを描くマットモーブ。こちらは反対に塗っている1色目とは対照的のマット質感のタイプですね。この肌に溶け込むような質感がとても綺麗ですよね。はい、2色目、右上のカラーは単色塗りをするとこんな感じでした。こちらのカラーも手元で見た時よりもさらに深みも感じるような発色でしたが、意外と温かみを感じるような柔らかいカラーに発色してくれたので、このカラーをメインに使うと寒色に寄りすぎることなく、少し柔らかい大人っぽさも足したいという時にとても活躍してくれそうです。1色でもしっかりとまぶたに陰影をつけてくれるようなカラーですね。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。静けさの中にぬくもりが瞬くオペークピンク。こちらはベースのカラーもしっかりと発色もしつつ、上から微細なラメも感じられるようなツヤタイプですね。はい、3色目、右下のカラーはこんな感じでした。こちらのカラーはパレットを見たままのような明るめの寒色寄りのピンクカラーで、このカラーを塗るだけで目元を一気に華やかに見せてくれそうなとても可愛らしいカラーです。しっかりとベースに明るいピンクのカラーが発色した上にシルバーの微細なラメもキラキラと輝くので、このシルバーラメがより目元に明るさと華やかさを出してくれています。そして最後、右下のカラー、ニュアンスを深めるモーブブラウン。今回のパレットは全体的にどのカラーもベースがしっかりと発色するタイプだなと思いましたが、今塗っているこの右下のカラーが中でも一番高発色なタイプです。指名色として活躍してくれそうです。はい、最後、右下のカラーはこんな感じでした。手元で見た時はもう少しモーブ系のイメージのカラーでしたが、まぶたの上に乗せてみると、ブランドからのカラー説明の通りのモーブブラウンといった透明感も感じるけれど、しっかりと目元に影の役割もつけてくれるような指名色カラーで、ものすごく大人っぽくて絶妙だなと思いました。しっとりと肌に馴染むような質感なので、こちらも高発色ですが重たくならないようなタイプです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。どのカラーをメインで持ってきてもとても可愛いんじゃないかなと思います。ではここからはザ・アイシャドウパレットの限定色104番全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。今回はこちらのピンクをメインに使ってよりホリデーシーズンらしい明るさと華やかさを出していきたいと思います。
発色もしっかりしているタイプですが、微細なラメの効果で全体に塗るのにも使いやすいです。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたのまつげの際から目を開けた時にカラーが見える位置までぼかしていくように締め色として塗っていきます。明るいピンクのカラーをベースに塗って、あえてこちらの締め色で深みを出すことによって明るさの中にも大人っぽさを出していきます。こちらの締め色は透明感をそのままに目ぶたをしっかりと引き締めてくれるところがとても素敵です。続いて付属のブラシの丸い方に右上のカラーを取って下まぶた全体にのせていきます。下まぶたはしっかりと影をつけつつ温かみのあるカラーでバランスをとっていきます。最後に左上のカラーを取って上まぶたの黒目の中心にラメをのせていきます。はい、ザ・アイシャドウパレットの限定色104番全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。今回はこのパレットの中で一番明るさとホリデーらしい華やかさを感じたピンクのカラーをメインに使って上にダークなニュアンスを重ねてみて大人の透明感メイクに仕上げてみました。パレットを手元で見た時はもう少し柔らかい発色なのかなと思いましたが、全体的にこのダークなニュアンスが効いているところがとてもホリデーらしくてものすごく素敵だなと感じました。全体的に寒色系のカラーでまとまっているパレットでしたが、下まぶたに入れたカラーなどに程よい温かみと柔らかさも感じるところがさすがアディクションらしい配色だなと思います。華やかで大人っぽいですが透明感もあってとても可愛いですね。引きで見るとこんな感じです。セットのリップの柔らかいピンクニュアンスと目元の大人っぽさのバランスがとてもいいなと感じます。そして最後はこちら、ネイルポリッシュの限定色 101SP です。実際に塗ってみるとこんな感じでした。こちらは3度塗りの状態で、一度塗りだとニュアンスカラーとパールとラメ感が乗るトップコートとしても使えそうなくらいシアンな発色でした。重ねていくと絶妙な透け感は残しつつ、全体がメタリックに輝くようなパール感がとても可愛かったです。カラーとしても少しグレーのニュアンスを感じるようなラベンダーカラーで、アイシャドウと同様とても大人っぽいカラーだなという印象でした。セットで使用するとこんな感じです。では続いてホリデーアディクションサイレントウィッシュの2番をご紹介していきます。まずはザ・マットリップリキッドの限定色 110S です。こちらも1番のセットに入っていたリップと同様のシアータイプです。はい、リップの限定色、唇にのせてみるとこんな感じでした。ブランドからの説明に透け感のあるマロンベージュとある通り、アディクションらしい血色感も残るようなウーディーベージュカラーで、このトレンドをしっかりと抑えた色出しがものすごく可愛いですよね。唇の上にのせてみると意外とオレンジ寄りのベージュではなく、くすんだピンクのニュアンスも感じられるので、オレンジに寄りすぎているベージュ系が苦手という方にも使いやすいと思います。このリップ、定番カラーとしても発売してほしいくらいとても可愛いなと思います。では続いて、ザ・アイシャドウパレットの限定色105番をご紹介していきます。まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてみてカラーを見ていきます。まず1色目、左上のカラー。シルバーパールが繊細に輝くシャイニーピンク。こちらは先ほどの1番のセットの限定パレットよりもさらにパールによるツヤとラメによる輝きを感じられてとても華やかなカラーです。はい、まずは左上のカラー、まぶたの上にのせてみるとこんな感じでした。先ほどご紹介した104の限定パレットとは対照的にベースには透け感を感じるようなシアーな発色で、パールによるツヤ感と大粒のラメによるきらめきをしっかりと感じられるようなタイプでした。ブランドからの説明の通り、シルバーのラメが一番目立っていますが、よく見るとグリーンやレッド、オレンジなどのラメも輝いていて、とても華やかで可愛いです。続いて右上のカラー、奥行きと広がりをもたらすマットコーラル。こ
ちらはマットタイプですね。お楽しみはいいですが、絶妙な明るさも感じられるようなコーラルカラーです。はい、2色目、右上のカラーはこんな感じでした。肌から浮かない落ち着いたコーラルですが、しっかりとカラーを楽しめるような高発色な感じのバランスがとても可愛いです。コーラルカラーなのに子供っぽくなりすぎないところがものすごく絶妙だなと思います。このカラーものすごく素敵だなと思いました。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラー。光沢の中に優しさがあふれるローズ。こちらはローズのカラーということで、先ほどご紹介した104のパレットのピンクのカラーに少し似ているかなという印象ですが、こちらのカラーの方がさらに温かみを感じるようなピンク系のカラーですね。はい、3色目、左下のカラーはこんな感じでした。こちらもベースのカラーはしっかりと発色する高発色タイプで、上にシルバーの微細なラメとパールによるツヤ感を感じるような発色とツヤ感とラメ感を両立してくれるカラーでした。明るめのピンクカラーですが、こちらには少しだけ温かみの要素も感じるような可愛らしいローズピンクといった感じの発色です。最後、右下のカラーは血色感と陰影を生み出すブラウンコーラル。こちらもこの4色の中で一番発色がいいタイプですね。本当にカラー説明の通りのブラウンコーラルといった感じの発色です。はい、最後4色目、右下のカラーはこんな感じでした。こちらはパールやラメ感などは特に感じないようなマットタイプでかなり高発色なカラーでしたが、このまぶたに自然に溶け込むような質感で、一色でもグラデーションを楽しめるようなタイプでした。カラーもまさにブランドからの説明の通りの明るすぎたり暗すぎたりしない絶妙なブラウンコーラルといった感じで、締め色としても活躍してくれそうですが、ミディアムカラーとして使っても可愛いんじゃないかなと思いました。ホリデーシーズンはもちろんですが、これからの秋メイクにも活躍してくれそうなカラーです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。1番のパレットとはまた全然違ったニュアンスですよね。ではここからはアイシャドウパレットの限定色105番全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。こちらの明るすぎないのにしっかりとコーラルのカラーを感じられる絶妙さがとても可愛いなと思ったので、今回はこの右上のカラーをメインに使っていきたいと思います。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。続いて付属のチップの細い面で左下のカラーを取って下まぶたのまつげの際にのせていきます。このチップの細い面を使うことでカラーもしっかりと発色しつつシルバーのラメもしっかりと乗ってくれます。最後に左上のカラーを指に取ってまぶた全体に上からラメをかけていきます。はい、ザ・アイシャドウパレット限定色の105番全色を使ってメイクするとこんな感じでした。今回は右上のマットコーラルのカラーが個人的にとても可愛いなと思ったので、マットコーラルのカラーをベースにしっかりとのせて、締め色にブラウンコーラルを使って同系色でグラデーションを作った後、下まぶたにポイントでしっかりとローズピンクのカラーを発色させて、上から全体に大粒ラメのカラーを重ねて仕上げてみました。パレットのイメージだともう少しオレンジっぽい仕上がりになるのかなと思いましたが、絶妙に柔らかいピンクのニュアンスも効いているので、組み合わせることでブランドからの説明の通りの柔らかいピンクコーラル系のメイクに仕上がって華やかでとても可愛らしい仕上がりだなと思います。今回はコーラル系をメインに使用しましたが、下まぶたに使ったピンク系をメインに使用してもまた違ったイメージが楽しめそうです。引きで見るとこんな感じです。セットのリップも唇の上にのせてみると意外とピンクのニュアンスを感じたので、
コーラルとピンクのバランスが取れたニュアンスだなと思いました。そして最後はこちら、ネイルポリッシュの限定色 102SP です。こちらも3度塗りの状態です。1番のセットに入っていた 101SP とは対照的に、一度塗りでもしっかりとカラーが発色してくれるタイプで、アイシャドウやリップのニュアンスと同様、柔らかいコーラルのベースにピンクのラメが効いているカラーです。こちらは季節問わず使いやすいカラーだなと思いました。セットで使用するとこんな感じです。はい、ではこんな感じで本日10月6日より発売、アディクションのクリスマスコフレ第1弾、ホリデーアディクションサイレントウィッシュの1番と2番をそれぞれご紹介していきました。実際に使用してみると、1番のセットはアイシャドウパレットが意外とダークなニュアンスを感じることができて、大人っぽい透明感メイクに仕上がるところがものすごく素敵だなと思いました。リップのカラーも思ったよりも明るめピンクになりすぎなくてとても使いやすく、ネイルカラーもグレーのニュアンスが効いていて取り入れやすいカラーだなと感じました。2番のセットも全体的にもう少しオレンジ寄りのイメージに仕上がるのかなと思いましたが、使用してみるとアイシャドウパレットはコーラルとピンクのバランスがとても良く、リップも意外とピンクのニュアンスが効いていたり、ネイルにもピンクのラメの輝きを楽しめたりなど、暖色系は好きだけれどオレンジやコーラル系に寄りすぎるのは苦手という方にも使いやすいんじゃないかなと思いました。どちらもかなり人気のアイテムとなっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。